私の名前は静香。夫の翔と二人暮らしの28歳の専業主婦。夫は中学校の教員で柔道部の顧問をしている。昔から控えめで気弱な私を体も心も大きい夫がいつも支えてくれて本当に助かっている。私には4歳年上の兄がいて、兄は子供の頃から私が意地悪されないか気にかけてくれていた。結婚してからは、妹は翔くんに任せたと言って、以前ほど頻繁に連絡してくることはなくなった。しかし、時々電話をしてきては、私の近況を聞いてきて気にかけてくれる兄。兄が私を心配するのには、ある理由があった。あれは私が高校生だった頃、同じクラスの友人が控えめな性格の私をパシリのように利用するようになった。私は断るのが苦手だったので、言いなりになることしかできず、友人の行動は日に日にエスカレート。私の家に遊びに来ると、部屋から私物を盗むようになった。金目のものやおしゃれな洋服や小物は、友人にすべて盗まれてしまった。親から与えてもらったものを盗まれたことが許せず、私は勇気を出して立ち向かうことを決意。友人を呼び出し、盗んだものを返すようにと言うと、逆上して静かのくせに生意気と叫んだ。そして私につかみかかってきたかと思うと、髪を引っ張って振り回し始めた。抵抗した拍子に私は足を踏み外して階段から転げ落ちてしまい、意識を失った。病院に運ばれた私は頭を縫う怪我を負っていて、目を覚ますと両親と兄が心配そうな顔で顔を覗き込んだ。事情を聞かれたので全てを話すと、両親が激怒して友人と親を呼び出して謝罪を要求。友人は泣きながら謝罪し、盗んだものは帰ってきた。しかし、それからというもの、兄は以前にも増して私を心配するようになってしまった。それから私は自分が気弱なせいで家族に心配かけたくないと思うようになり、人に意見を言うよう心がけた。おかげでその後は高校時代のような辛い経験をすることもなく、平和に暮らすように。結婚して専業主婦になってからは、ますます平和な生活を送るようになり、安心しきっていたのだが、最近になってそれを脅かす人物が現れた。それは兄の奥さんである義士の陽子だ。義士は兄や両親の前では明るくていい人なのに、私と二人っきりになるとまるで別人のように表変する。それに気づいたのは、ある日義士が突然私の家を訪れた時のことだった。連絡もなしに突然現れた義士は私に向かってとんでもないことを言った。あら、さすがネクラな暇人ね。絶対家にいると思ったわ。あまりにも唐突に普段とは別人のようなひどい言葉を口にした義士に驚いて、私は言葉を失った。いつ見ても冴えない女ね。笑っちゃう。みんなの前で笑いこらえるの大変なんだから。そんなことより、あんたこの前、ブランドの服着てたじゃない？似合わないから、私がもらってあげる。どこにあるの？早く出しなさいよ。そう言うと義士は、勝手に家の中を歩き回って、私の部屋に入ると、クローゼットを開けた。何するんですか？勝手に開けないでください。うるさいわね、地味女。気持ち悪いのよ。どうしてそんなひどいことを？私はずっと前からあなたのことが嫌いだったの。もしかして気づいてなかったの？私、お姉さんに何かしました？気弱なふりして家族に心配されて嬉しい？気弱なふりなんかしてません。嘘つかないでよ。私はあんたみたいなあざとい女が一番嫌いなの。そう言うと義士はクローゼットを勝手に漁り始めた。私が止めようとすると振り払い、その拍子に床に転んでしまった。それを見て、ぶざまねと言って笑う義士。結局義士は
ブランド物の服を数着見つけ出すと、満足したようにそれを持って帰ってしまった。服はすべて夫が買ってくれた大事なものだったので、ショックを受けた私は夫に相談しようと思った。その瞬間、高校時代の出来事が脳裏をよぎる。私が気弱なせいで家族に心配をかけるのは二度とごめんだ。あの頃の自分は確かにそう誓ったではないか。そう思った私は、夫や兄に頼るのではなく、自分で解決しようと心に決めたのだった。数日後、再び技師が私の家を突然訪れた。そして今度は前に会った時に持っていたバッグをよこせと言ってきた。私はそれをきっぱり断った。すると案の定、技師は逆上した。はあ、断るとか何様のつもり？あんたにブランドのバッグは似合わないの。だから私がもらってあげるって言ってるのに。似合うかどうかは別として、旦那から買ってもらった大事なものなので、この前勝手に持っていた服も全部返してください。今度は旦那の自慢してマウント取るつもりね。いつも私の旦那の気を引くことばっかり考えて。旦那があんたに頻繁に電話してんの。私が気づいてないとでも思った？だって私たち兄弟ですよ。連絡取り合っちゃダメな理由なんかないです。うるさい。あんたなんか消えればいいのに。技師は普段じゃ想像もできないような怖い顔で怒鳴り散らした。そして暴れ出したかと思うと、近くにあった棚を倒して花瓶が割れた。やめてください。兄に言いますよ。勝手に言えば、今まで何のために猫かぶってきたかわかる？あんたが旦那にチクった時に、私が泣いて否定して信じさせるためよ。それを聞いた時、私は義士の人間性を疑った。結局義士は花瓶を割り、カーテンを引きちぎって、そのまま帰っていった。放心状態になったままそれを片付けていると、夫が帰ってきた。驚いた顔で、どうしたの？と聞いてくる夫に、私は何も言えないまま身を委ねた。夫に本当のことを言ったら、すぐに兄に連絡すると思い、私は義士にされたことは言えずにいた。すると夫は、今話せないなら無理しないで。と言って、私が話すまで待つと言ってくれた。しばらく一人で考えたが、こんなことが続くのは絶対にごめんだ。そう思った私は、夫の休みの日にすべてを打ち明けることに。次の休日、義父が近くで用事があると言って、私たちの家に顔を出した。そして用事が済んだらまた来ると言って出かけたので、その隙に夫に義士のことを話そうと思った。とりあえず昼食にしようと思い準備をしていると、私の電話が鳴った。相手はなんと義士だった。もしもし？もしもし、静香さん。あなたの新車、乗り心地最高ね。新車？何のことです？とぼけないでよ。ガレージに止まってた車よ。ちょっとドライブしたくなって、今借りてるの。借りてる？勝手に乗って運転してるっていうことですか？そうよ。このままもらっちゃおうかな。運転に集中したいから切るわね。もしもし？ちょっとお姉さん？電話を切られてしまった私は急いでガレージに向かった。するとそこにあった義父の車が消えていた。立ち尽くしていると夫がやってきて、何があったんだ？と聞いてきた。私は泣きながら夫に謝り、義士のことをすべて話すことに。すると夫は憤りをあらわにしながらも、冷静を保ちながら話し始めた。そんなことがあったなんて、どうしてずっと黙ってたんだ？相談してくれたらよかったのに。ごめんなさい。心配かけたくなくて。何でも話してくれよな。俺はいつでも静かの味方なんだから。ありがとう。鍵は確か家の中にあったよな。なんで車に乗ることができたんだ？確かに。夫の言う通り、確かに鍵は家の中にあったはず。それなのに
どうして勝手に車に乗ることができたのか謎だった。夫はすぐに兄に連絡しようと言い、電話をかけ始めた。そして義士に車を盗まれたことを話すと、兄は慌てて家に駆けつけた。かなり動揺した様子で事情を説明してほしいという兄。私が今まで義士にされたことを説明し、車まで奪っていった経緯を話すと、兄は絶句。それ本当なのか？陽子がそんなことするなんて何かの間違いじゃないのか？兄が私の言っていることを信じられないのはわかる。しかし、今はそんなこと言っている場合ではない。半信半疑の様子の兄のことはそのままにして、夫が義父に連絡して事情を説明。すると義父が用事を済ませてすぐに戻ってきた。私は責任を感じて泣きながら義父に謝罪。それを見た兄は、妻が犯人だって証拠はあるのか？と動揺した様子で聞いてきた。夫が、今にわかります。とだけ言って兄をなだめ、私から義士にスピーカーの状態で電話をかけた。電話に出た義士は何も知らずに、私に敵意をむき出しにした。もしもし、お姉さん、今どこですか？そんなのどうだっていいでしょ。こっちは新車でドライブを楽しんでるのよ。邪魔しないでくれる？今すぐ車を返してください。じゃなきゃ警察に言いますよ。言えるもんなら言いなさい。警察沙汰になったらみんな心配するわよ。旦那から聞いたわよ。あなたの高校時代のこと。また家族に心配かけるつもりなの？今はそんな話をしてる場合じゃありません。車を返してください。せっかく家に忍び込んで玄関の棚から鍵を盗み出すのに成功したのよ。そう簡単に返すわけないでしょ。このまま乗って帰るから。やめてください。あなたみたいな地味な女に新車は似合わないのよ。そう言って声を上げて笑いながら義士は電話を切った。電話の内容を聞いていた兄は落胆した様子で私たちに謝罪。すぐに兄の携帯から義士に電話したが応答はない。警察に通報すると言って電話をかけようとした。そこで夫が、その必要はありません。と言い、義父の正体を初めて明かした。実は義父は現役の警察官だが、家族に危害を加えられたら困ると言って、周りには隠していた。しかも、義士が盗んだ車は、義父の車ではなく、なんと、覆面パトカーだったのだ。近くで仕事の用事があった義父が、私たちの家に車を置いて、聞き取り調査をしている間の犯行だった。義父が、かなり悪質だから応援を呼ぶ。と言うと、兄が静かにうなずき、お願いします。と一言。駆けつけた警察により、義士の追跡が始まると、警察の車が盗まれたということで、大騒ぎに。指名手配されることとなったので、捕まるのは時間の問題だった。至るところで検問所が設置されたことで、マスコミが動き、犯人が指名手配されていることが報じられた。ちょうどそんなタイミングで、兄の携帯に義士から電話がかかってきた。もしもし、お前今どこだ？もしもし、大変なの。静香さんから借りた車でドライブしてたら事故を起こしちゃって。スピーカーの状態になっていたので、私が横から電話に出ると、義士はパニックに。事故ってどういうことですか？静香さん？どうして旦那と一緒にいるの？兄には全てを話しました。はあ？そんなことより事故を起こしたから今すぐ保険会社に連絡してよ。無理ですよ。だってその車、私の車じゃないので。嘘でしょ？今はそんな冗談言ってる場合じゃないの。冗談なわけないじゃないですか。お姉さん、指名手配で顔さらされてますよ。はいはい、そんなの信じないわよ。嘘だと思うなら、ニュースを見てみたらどうです？ニュース？何これ？私じゃない。一体どういうことなの？だって、あの車は、覆面パトカーですから。覆面パトカーがなんであんたの家にあるのよ。義士がそう言うと、義父が口を開いた。もしもし、ショーの父だ。
私は現役の警察官で、今日は息子の家に車を止めて仕事をしていた。その最中に車が盗まれたから、マスコミにも情報を共有したんだ。警察？そんなの聞いてないわ。車をすぐに返すからマスコミを黙らせてよ。車を盗んで事故を起こしておいて、返せば済むと思ってるのか？場所を教えろ。逃げたらどうなるか分かってるな。そんな、あなた、そこにいるんでしょ？お願い、助けて。義士が兄に助けを求めた瞬間、兄が見たこともない怖い表情で、いいから場所を教えろ。と言った。義士は、それまでの威勢が嘘のように、すっかりおとなしくなり、素直に場所を教えた。義父や他の警察と一緒に義士の元へ向かうと、車はカーブミラーにぶつかり、フロントが派手に潰れていた。私たちの後に到着した兄は、それを見て絶句。義士はその場で逮捕されることになると、私は悪くないと言い張った。すると兄が、正直に話せ。と激怒。義士は兄に向かって、お願い、信じてと、この後に及んで犯行を否定し続けた。そんな義士に兄が、もういい。お前とは離婚だ。と言うと、義士の態度は一変。離婚と言って、うろたえ始めた。指名手配されるような犯罪者とはもう離婚する。と兄が言うと、義士はその場で号泣。わかった。正直に話すから離婚しないで。と言うと、ようやく犯行を認める供述をし始めた。義士はそのまま警察に連行され、取り調べを受けることに。警察に嘘の供述が通用するはずもなく、義士は車を盗んだ容疑で逮捕。さらに、義士の態度を見て激怒した夫が、以前私の家で暴れた際に壊したものの弁償代を請求。私から盗んだものをすべて返すよう求めると、兄が義士の部屋から見つけ出して無事に返してもらった。義士は警察に対し動機は私への嫉妬だったことを認め、それを知った兄はひどくショックを受けることに。ちなみに事故を起こした覆面パトカーは修理して治るような状態ではなかったので、弁償を余儀なくされた。警察署に連行された義士は、その後首の痛みを訴え、病院に搬送されることに。検査の結果、義士は脊髄を損傷していることが発覚し、手足に麻痺が残った。リハビリしても完治することはないそうで、それを知った義士はショックで放心状態に。兄はそんな義士をこの先支えていくのは無理だと判断。自分の前でずっと猫をかぶっていた義士の本性を知って、かなり幻滅したようだ。病院で入院した後に刑務所送りになるであろう義士は離婚を拒否し続けた。しかし兄の気持ちは変わらず、逮捕後一度も会うことなく離婚することが決まった。車の弁償代とカーブミラーの修理代は義士の両親が立て替え、服役後義士に請求するとのこと。両親に多額の借金をすることとなった義士。手足が麻痺した状態でどうやって返済するのかはわからない。一つ言えることは、あんな事件を起こした義士に手を差し伸べる人はおそらく現れないだろう。兄は、というと、その後すぐに私と夫、そして義父に何度も何度も謝罪してきた。夫も義父も悪いのは義士なので、兄のことはすぐに許してくれた。それでも兄はもう夫と義父には頭が上がらないと言って、かなり落ち込んでいる様子。私にも辛い思いをさせたことを謝罪したが、私も夫と義父と同じ気持ちだった。離婚してからというもの、すっかり女性不信になってしまった兄。あんなことがあったのだから無理もない。私は兄には幸せになってほしいので、義士のことは忘れて素敵な女性と出会い、結婚してほしいと思っている。今回の一件がきっかけで、私はどんな些細なことも夫に相談するようになった。そのおかげで夫との信頼関係は
以前より深くなったように感じている。どんな時も私の味方だと言ってくれた頼もしい夫をこれからも大事にしていきたい。もしこの先、また義士のような存在が現れたとしても、一人で悩まず、信頼できる家族と共に解決したい。そう思えただけでも、私の成長につながった気がする。とはいえ、もう二度とあんなことが起きないことを心から願う私だった。